さきと日本語ポッドキャスト始まるよ。こんにちは、さきです。今日は日本人の宗教観についてお話ししたいと思います。日本人の宗教観については、私自身よく質問されます。日本人は一体何を信じて生きているのか。このような質問を受けたときになかなか答えられずにいたんですが、今日は皆さんに伝わるように頑張ってお話ししたいと思います。こういったトピックを話すときに理解していただきたいのが、私自身がそもそも日本人ですが、日本の人々や文化、習慣にとてもリスペクトを持って皆さんにお話しします。そして今から話すことはあくまで私の個人的見解として聞いていただけたらと思います。まず日本における主要な宗教は神道と仏教です。神道は日本固有の宗教で自然崇拝や先祖崇拝を特徴とします。多くの日本の神社は神道に基づいて建てられていて、人生の節目で神社にお参りすることが習慣になっています。どんな時に神社に行くかというと、例えば初詣。初詣というのは、新年最初に神社やお寺を訪れてお参りすることを初詣と言います。多くの人が新年の健康や幸運を祈るために訪れます。だいたい1月1日から3日ぐらいまでの間に行きます。あと有名なのが七五三ですね。11月15日に3歳、5歳、7歳の子供たちの成長を祝って神社に参拝します。子供の健康と長寿を祈る伝統的な行事で、着物や袴など伝統的な日本の服を着て家族が神社を訪れます。他にも受験の合格祈願や仕事の成功を祈るために神社を訪れてお守りを買ったり祈祷を受けたりします。一方、仏教は紀元6世紀頃に中国や朝鮮半島から日本に伝わって多くの人々に受け入れられてきました。浄土真宗や禅宗などいくつかの主要な宗派があって、特にお葬式やお彼岸で大きな役割を果たしています。お盆やお彼岸の時期には多くの日本人が仏壇やお墓を訪れて亡くなった家族を供養します。供養というのは仏壇やお墓にお供え物、ギフトやお花をお供えして
亡くなった人の祝福を祈ることです。ここで興味深いのが日本の結婚式です。日本の結婚式は宗教の多様性が本当によく現れている場面の一つだと思います。伝統的な日本の結婚式は神道の儀式の中で神社で行われることが多いです。神前式と呼ばれ、厳かな雰囲気の中、新郎新婦が神々に結婚の報告をして誓いを立てるという儀式になります。神社の巫女による舞や、その神社を管理している人を神主と呼ぶんですけど、神主さんがお祓いを行ったりする伝統的な結婚式のスタイルです。けれど、今の日本ではキリスト教式の結婚式も大人気です。教会や結婚式場のチャペルで行われます。皆さんも知っているかと思いますが、日本人のクリスチャンは人口の 1% とかなり少ないです。なので、キリスト教式の結婚式をするほとんどの人がクリスチャンではありません。ですが、真っ白なウェディングドレスや美しい教会やチャペルの建物に憧れて、キリスト教式の結婚式を選ぶカップルが増えています。私が日本で参加したいくつかの結婚式もカトリックの形式で、神父さんが辞めるときも健やかなるときもというふうに誓いの言葉を話されていましたが、友人夫婦はみんなクリスチャンではありませんでした。そしてさらに興味深いのが、結婚式を神前式またはキリスト教式で行うじゃないですか。お葬式は何だと思いますか？お葬式は仏教形式で行うことが一般的なんです。そう考えるとですよ、日本というのは人生の中で複数の宗教的儀式を自然に受け入れていて、その場その場でどの形式かっていうのを選んでいるんですよね。これはすごく他の国とは異なるんじゃないかなと思います。やはりこういうふうに複数の宗教を自然に受け入れるというのは、神は多数存在するという多神教的な考えが根付いているからだと思うんですね。あらゆる場所にたくさんの神様が存在するという考えです。そんな中で、でも神様を信じていない無宗教という人もいるでしょうって思うじゃないですか。そ
たくさんいるんですね。でも、だからといって、神社に行かないキリスト教式の結婚式には参加しない。仏教式のお葬式には参加しない。なんてことはないんですよ。無宗教でも必要に応じて行事や儀式に参加はするし、そこでやるべき行動があればやるんですね。私自身クリスチャンになる前、人生の各イベントに応じて違う宗教の儀式を当たり前にしていました。別にそこに何かおかしいなっていう疑問も感じなかったです。なぜなら、それが子供の頃から当たり前だから。そう思うと、宗教儀式が宗教儀式というよりかは、生活の中での習慣やイベントになっているんですよね。だから何も疑問を持つことなくやれてしまう。もしそこに神様との個人的な強い関係があったとしたら疑問が湧くと思うんですけど、それがないから疑問も湧かないんですね。そもそも神様との個人的な関係って何って感じでした。私がクリスチャンについて知ったときにね、神様に祈りを通して自分の悩みや感謝を伝えることができるし、そういった祈りを通して神様と関係を深めることができるって、私にとっては新しすぎる考えでした。あと、日本人はそういった宗教的儀式を人生のあらゆる場面でしながらも、宗教っていう言葉に対していい印象を持ってない人も多いと思います。宗教ってちょっと怖いなっていう人も少なくないんですよね。で、これはなぜかというと、新興宗教によるテロ行為があって、人がたくさん亡くなったり、カルトや新興宗教の人々による暴力だったり、事件というのがたくさん今も表立ってニュースでいつも取り上げられてたりするわけですね。で、形式的に神社とかお寺に行くことがあっても、日常的な信仰、神様との関係があるわけではないので、やっぱりそういったニュースを見ると、宗教に強い信仰を持ってしまったら、こんな悪い目に遭うんだ。こんな危険なことに巻き込まれるんだっていうふうに思ってしまうわけです。そして強い信仰を持って生活している人が本当に周りにいないわけですから、強い信仰を持っている人を見ると、この人大丈夫かな？洗脳されてるのかな？ちょっと危険かもしれない。自分とは違う存在だ。というふうに感じて、距離を
置く人もいるわけですね。私も本当にそんな風に思っていました。昔を思い出すと、学校の前で聖書を配っている人がいたんですけど、正直学生の時は熱心に自分の信じているものの本を配っちゃって、なんか怖いなって思っていましたね。そうなんです。自分に神様との関係もないし、周りにもそのような神様との関係を持っている人、信仰の強い人っていうのがあまりにもいないので、そこに信仰を持って取り組んでいる人たちがいたら、自分とは違う人、なんか怖いなぁみたいな感じになっちゃうんですよね。クリスチャンになった今、自分が福音を伝えていく上で、そういった宗教観を持つ日本の人々に自分がどう伝えていけるのか、アプローチをしていけるのかっていうのをすごい考えさせられます。これを聞いている人の中でもクリスチャンの方がいて、日本語を学びたい理由が日本人に福音を伝えたいからっていう人もたくさんいるのを知っています。今日の話がそういった人たちの助けに少しでもなったら嬉しいです。そしてクリスチャンじゃない人たちにとってもより日本の文化や日本の人々の根本的な部分を理解する上で大切な話だったのではないかなと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。